こんにちは、春みなもです。今回はマウント&ブレイド2バナーロードというゲームをもっと知ってもらいたいと思い動画を作ってみました。マウント&ブレイドの魅力は中世ヨーロッパの雰囲気が溢れ出ていることです。こちらは公式 PV の映像です。ゲームの舞台はカルラディアという中世ヨーロッパ風の世界です。衰退していくローマ帝国やアジアの騎馬民族をイメージした国が出てきます。このカルラディアで主人公は人々から依頼を引き受けたり、トーナメントを各地巡業したり、交易でお金を稼いだりと自由に行動できます。盗賊狩りをしてもいいし、どこかの国に仕えてもいいです。国を相手に戦いを挑むこともできます。貴族として成り上がっていって王様にもなれます。このゲームの中核はバトルです。トーナメントでの個人戦闘から数百人、1000人単位でぶつかり合う軍団との合戦。その戦場でランスを構えて仲間と共に敵陣に突っ込みましょう。騎馬突撃は戦場の花。戦術を駆使し突撃を命じるのもプレイヤー。歩兵が敵を食い止め、騎兵が回り込み、包囲殲滅。ビバン金床戦術。現在バナーロードはアーリーアクセスでの配信です。今回は E156 でシングルのキャンペーンをプレイしています。入れているモッドは日本語化モッドとパーティースクリーンエンハンスメンツです。将来は公式の方で日本語翻訳も実装されるようですが、今は有志の方々が制作されている日本語化モッドを入れて遊びましょう。もう一つのモッド、パーティースクリーンエンハンスメンツは舞台の編成をやりやすくするためのものです。舞台編成画面で兵士のソートや一括アップグレードができるようになります。それではゲームを始めていきます。まずは主人公の文化を選んでいきます。それぞれボーナスがあるんですが、今回はフーザイトでいきます。フーザイトはアジアの騎馬民族のような国ですね。騎兵にマップでの移動速度ボーナスがつきます。キャラクターの性別や外見、声の設定をしていきます。主人公の声はかなり聞くことになるので、好みのものにしたいところです。主人公の生い立ちの設定です。これで初期能力が決まります。やりたいプレイや武器に応じて設定するといいと思います。初めてのプレイならいろいろ試せるように平均的にしてみるのもありですね。ただ、個人的には早く結婚したいので魅力は重視しています。主人公の開始年齢は22歳です。以前は30歳スタートだったんですよね。結婚や出産には年齢制限があるようです。戦争に明け暮れて婚期を逃してしまうこともしばしば。後継ぎが欲しい方は早めに結婚することをお勧めします。青春期の設定では初期装備も決まります。物語の背景ですが、主人公は両親を盗賊に殺され、妹と弟をさらわれてしまいました。最初の目的は妹と弟を盗賊から救出することになります。主人公の名前は龍馬です。すべてリアルスティック、戦闘 AI が挑戦的の難易度マックスに設定しています。なお、難易度はゲーム中にいつでも変更できます。E156 では、この戦士の融合化にチェックを入れることで、登場人物が年を取らず、戦士も出産もしなくなります。今回は戦士ありでやっていきます。このヒゲの人は、主人公のお兄ちゃん、25歳です。弟よ、賊と戦うために訓練していくか？おう兄者、訓練していくぜよ。というわけでチュートリアルをやっていきます。まずは近接攻撃の戦闘訓練です。今回は両手剣を使ってみます。
片手持ちになっているので、武器切り替えキーで両手持ちに切り替えます。マウント&ブレイドはカメラ操作で向けた方向によって防御や攻撃の向きが決まるという独特の操作方法です。えいえい。次は実戦トレーニングです。今度は槍を使ってみます。槍は通常上段突きと下段突きでの攻撃です。武器を振りかぶっているとガードしたままなので、コーナーに追い詰めてキックすると倒しやすいです。実戦ではキックやバッシュは当てにくいのでほぼ使わないと思います。槍も両手持ちにできます。なぎなた系の槍は両手持ちで強力な斬撃攻撃ができます。下向きの攻撃は一つ攻撃になります。ちなみに坂本龍馬は千葉道場から剣術ではなくなぎなた術で免状目録をもらったそうですよ。非常訓練もできますが省略します。遠距離武器を紹介します。弓は弾数が多くリロードも早めです。狙い続けたり移動すると精度が大きく下がります。クロスボウはスキルが低くても精度が高めです。構えてから射撃までが速く弾速も速いので当てやすいです。でもリロード時間は長いです。移動しながらのリロードもできません。ジャベリンは弾数が少なく射程も短いです。扱いづらいので初心者にはおすすめしません。威力は高いんですけどね。投擲武器は武器切り替えで近接武器として攻撃することもできます。では戦闘訓練を終えて外へ行きましょう。これがマップモードです。いきなり食料がなくて飢えていますね。部隊が飢えると兵士が戦闘不能になったり脱走するようになります。まずは村長を探しましょう。アルトキーで探しやすくなります。止まっている時にジャンプ操作をすると馬を竿立ちさせることができます。まずは兵士を雇えるだけ雇いましょう。飢えないように食料も買っておきましょう。下の話すはロードが短くなる簡易会話モードです。チュートリアルでは無効になっています。この辺に来てくれる医者も盗賊に捕まってるかもしれないから助けてやってくれとのことです。というわけでマップに現れた略奪者3グループをやっつけましょう。部隊への指示はファンクションキーを使います。F1、F3 で突撃命令を出しましょう。馬の能力差で追い抜かれます。いい馬になりたいですね。ダフっちゃいました。敵が逃げ始めたら攻撃し放題です。追撃戦は主人公のキャッハータイムです。
後で売却したり採用したりできますが、捕虜を抱えているとマップでの移動速度が落ちます。戦利品は基本的に全部もらっておきましょう。このゲームでは戦利品は貴重な収入源です。でも、チュートリアルでの戦利品は本編に持ち越せません。今回は自分が一番槍をつけたいので、突撃命令を送らせてみます。早送りします。このゲームは相対速度があるとダメージも大きくなります。騎兵突撃は強力ですが、カウンターでやられることもよくあります。Z キーエンターで全種族のショートカットをできます。今回のバージョンからの実装です。F6 キーもしくは F3、F4 で移民指示もできます。部隊ごとに AI が判断して戦ってくれます。とりゃーいってやったなー。茂みが邪魔なので終わらせちゃいます。村長が言っていた医者ですね。助けてくれてサンクス。子供？わしゃ知らん。盗賊の親玉のラダゴスなら知ってるはず。ラダゴスを倒すと、わしが取られたお宝が手に入るぞ。大したもんに見えんだろうが、数年前に戦死した皇帝ネルゼスに関するものだ。調べたら、すごい価値が出てくるかもしれんが、わしはもう動きたくない。だが、あんたならきっとできる。というようなことを言っていました。次は盗賊のアジトを襲撃します。その前にキャラクターの能力画面で運動性のフォーカスポイントを上げておきます。これで運動性スキルが上がりやすくなります。お兄ちゃんはすでにかなりレベルが高いですね。普通スキルレベルが上がったらパークを取得しておくものですが、チュートリアルのお兄ちゃんは59ものパークが未取得の状態です。多分意図したものではないので、そのうち修正されると思います。ここでお兄ちゃんのパークを選んで決めることができます。放っておくと再登場時には適当に決まっているようです。お兄ちゃんの属性値やフォーカスポイントはキャンペーンごとに大きく変わるようです。本編で加入するときに使えない兄貴だなってならないようにチュートリアルで確認しておくといいですよ。兄貴ガチャのリセマラをしないといけませんね。私としては偵察を伸ばすことができる CNG、狡猾の属性値が高いと当たりだと思っています。お兄ちゃんは偵察さえあればほとんどの依頼を任せられるようになるので、管理スキルをさらに伸ばせるインテリ兄貴もいいですね。では、アジト襲撃戦です。F1、F2 で追従の指示を出します。すると、兵士たちがついてきてくれます。
盗賊が3人いますね。敵が近くに来たら戦ってくれます。このゲームは数の暴力が正義です。今のも1対3になっていたらまず負けてました。戦いは数だな、兄者。このテントのところに敵がいることがあります。こっちのテントも敵のたまり場になっていることが多いのですが、誰もいないですね。あそこに一人で敵がいますね。やっちゃいましょう。あそこも敵が一人ですね。おっと、危ない。タブキーを押したままにすると戦況がわかります。敵はあと2人ですね。突撃させてみます。あれがラストですね。近接攻撃は味方に当ててもダメージはありませんが、攻撃モーションは止まってしまいます。味方のいない方から武器を振るいましょう。出てきました。こいつがラダゴスです。兄弟はすでに奴隷市場に送られてしまった模様。ラダゴスは強いので決闘はしない方がいいと思います。怠慢すると結構な確率で負けちゃうんですよね。負けるとアジト襲撃をまた繰り返すことになるので大変です。基本みんなでここった方がいいですよ。オーキーで主人公の勝ち時を上げることができます。くっそ、負けたぜ。俺はラダゴス。俺を殺さず捕虜にして正解だったの。俺なら家族を助ける方法も教えてやれるぜ。だから居心地のいいカゴに乗せてくれよ。まあ期待はしてないけどな。さあ出発しようぜ。だいたいこんなことを言っていました。ラダゴスの野郎、大して金持ってねえじゃねえか。おい龍馬、お前一人別行動で金を稼いでこい。倍以上にするんだぞ。それと大金になるかもしれんから、貴族と話してお宝について調べとけ。無茶ぶりをしてくるお兄ちゃんですね。貴族とやり合うために適当に加盟を決めろ。貴族を語って成り上がれってことですね。ロックユーな感じがいいですね。加盟は坂本です。軍旗を決めます。坂本龍馬といえば海軍ということで船のシンボルにしてみました。と言ってもバナーロードでは海の要素は全くありません。一応海賊はいるんですが。というわけでチュートリアルはここまでです。ここからは自由にカルラディアを冒険することができます。広大なカルラディアに一人放り出された龍馬。カルラディアには溢れんばかりの盗賊が存在する。その盗賊たちに龍馬は一人で立ち向かうこととなった。次回カルラディア龍馬伝エピソード1、序盤レベリングのカモ。龍馬の伝説が今始まる。